ボエヌスディアス。おはようございます。プーリです。6月17日、土曜日です。最近では珍しく、土曜日なのに早起きしました。特に何かあったわけではないんですけれど、ゆっくりできる時間が増えるので得した気分です。この後は掃除と洗濯を終わらせてゆっくりしようと思います。本編の前に、YouTube で高評価、チャンネル登録、通知設定、Twitter やポストプライムでもいいねをしていただけると、毎日配信を続けるためのモチベーションが上がります。それでは日経電子版から、米国株式市場に関するニュースを読んでいきます。16日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落し、前日比108ドル94セント、0.3% 安の34,299ドル12セントで終えました。FRB の金融引き締めが長期化するとの懸念から売りが優勢でした。反面、米国の消費が底堅く推移するとの期待は相場を下支えしました。リッチモンド連銀のバーキン総裁は16日の講演で、米国の物価上昇率が FRB の目標である 2% に戻る裏付けとなるデータが示されなければ、一段の金融引き締めに賛同するとの認識を示しました。FRB の金融引き締めが長引き、将来の米国景気が冷え込むとの警戒感が意識されました。一方で、ミシガン大学が16日に発表した6月の消費者調査では、1年先の予想インフレ率が 3.3% と2021年3月以来の低さでした。FRB が13から14日の FOMC 後に示した政策金利見通しは年内2回の利上げを見込む水準でしたが、市場では1回の利上げにとどまるとの見方があります。抑制されたインフレ期待が慎重な金融引き締めの前兆になるとして、ダウ平均は一方的に下げ幅を広げる展開になりませんでした。ミシガン大の同調査では、消費者態度指数が 63.9 と市場予想の 60.2 を上回りました。15日発表の5月の米国小売売上高が市場予想に反して前月比で増加したこともあり、消費が底堅さを保っているとの見方も相場を支えました。個別では、映画娯楽のウォルト・ディズニーやソフトウェアのマイクロソフト、医療保険のユナイテッドヘルスグループが下落しました。反面、ドラッグストアのウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスや半導体のインテルは上昇しました。ハイテク比率が高いナスダック総合株価指数は7営業日ぶりに反落し、前日比 93.250 ポイント、0.7% 安の 13,689.571 で終えました。ネット検索のアルファベットや動画配信のネットフリックスが下げました。ナスダック指数は週間では 430.428 ポイント、3.2% 上昇しました。8週連続で上げ、18年12月から19年3月以来の週間ベースでの連続上昇となりました。半導体の NVIDIA や電気自動車のテスラなど大型株の上昇が指数を牽引しました。最後に、ナスダック相場予想のコーナー。9日のナスダック100指数は下落したので、プーリの予想は外れました。コメント欄に寄せられた正解者は、カッポーンさん1名でした。正解おめでとうございます。さて、来週月曜日はジューンティーンスのため、米国市場は休場なので、火曜日の相場予想です。20日の21時30分に住宅着工件数が発表されます。ここはおしめを拾いたいところなので、プーリの予想は下落。正解者の方は、ニュースの中でお名前を発表していきますね。皆さんもコメント欄に予想を書き込んでみてください。相場予想はエンターテインメントなので、私の予想で投資をすることがないようにしてくださいね。クーディンガスンルインドデア。それでは、素敵な休日をお過ごしください。